ジョイジョイのジョアナです。そしてジョアナの大好きな御言葉シリーズにようこそ。 OK! いくで。久しぶりやなこれ。この間までの動画は全部2021年の夏にウェールズで取りだめしてたやつやってんな。アンディとかジョンとかに手伝ってもらっていっぱい取りだめしてどんどん編集してあげててんけど、ついに取りだめしてたのが終わっちゃった。で、ちょっと近況報告。うちは2021年の12月に日本に戻ってきて、今山口県でお仕事してる。山口県ってほんまに自然が豊かでめっちゃ綺麗な場所やから、ほんまは外で撮りたかったんやけど、ちょっと今日はつまんないでも綺麗な私の好きな壁のとこで撮ることになった。一人やからな、難しいねんけど。でも今日は信玄、前回と同じ信玄っていうところから御言葉をシェアしたいと思います。このシリーズでは結構バランスよく御言葉を選ぶのを大事にしてて、2週間前までコロナかかってたから、ちょっと鼻声でまだ頭の回転が遅いんだけど、旧約聖書とか新約聖書とかいろんなとこから取ってて、そのバランスを大事にしててんけどまさかの2回連続信玄。でもどうしてもこの御言葉、今めっちゃこの御言葉について考えてて、今この御言葉をみんなに紹介したかったから、もうまた信玄にすることにした。で、この御言葉はうちにとってめっちゃ大事で、多分うちの人生の中で一番うちの心の方向を変えてくれた御言葉やと思うねんけど、だから大好きでさ、聖書ってな、もともとは3つの言語で書かれてて、ギリシャ語とヘブル語とアラメイック、アラム語かな、日本語で。その3つで書かれてて、それが英語とか日本語とかに訳されてんねんな。で、その中でも日本語に訳す時の通訳者がいろんな人がいるから、こういう訳し方って言っていろんな訳がある。たまにあるのが、英語で例えば御言葉を読んで、これ超いい、めっちゃ心に響く、大好きと思って日本語で読んだら、何これっていうがっかりする経験がたまにあんねん。日本語ではめっちゃ綺麗に表現されてるのに、英語では超堅苦しいとかさ。でもこの御言葉はもうほんまに安心してんねんけど、英語で読んだから、まず英語で大好きでずっとで、日本語で変やったらどうしようと思って読んだら日本語も良かったから、もう安心した。はい、じゃあ読みます。今日の御言葉。期待が長引くと心は病む。望みが叶うことは命の木である。この御言葉は、うちが10年ぐらい前、高校生の時にまずその英語で読んで、ぐさーっと来てん。あの時に、その特に初めの部分、期待が長引くと心は病むってところがぐさっと来て、高校生の時な、うち高校生って大変やん。心の中いろんな感情がいっぱいで、もこれ欲しいあれ欲しい、わー自分誰わーって言ってぐちゃぐちゃな状況やんか。で、うちもぐちゃぐちゃやった。で、追いかけてるっていうか、追い求めてるものがあって、それが手に入らへんから心が病んでるんやって、この御言葉読んでめっちゃぐさっときて、そういうものあるやん、みんな人生の中で。例えば何やろうな、仕事、この仕事がめっちゃ欲しいとか、この分野で仕事がしたい。で、この分野で仕事ができひんかったら、もううちは絶対一生満足できひんとか、めっちゃ好きな人がいて、好きになってほしいのに好きになってくれへん。じゃあもううちは完全じゃない。うちはもう一生満足できひんとか、この大学に絶対入りたい。で、落ちた。どうしよう。もう人生終わり。全部オーバー。そういう追いかけてるもの、追い求めてるものがあるやん。よくさ、人生に。それが人生の中で一番大事になっちゃうと、期待が長引くから心は病むねんっていう現実がうちは高校生の時にあってん。で、
最近そのことについてすごい考えてて、なんかいろいろ思い起こされて、それでこの御言葉を思い出して、はぁってなってんな。なんでかっていうと、その最後の部分。望みが叶うことは命の木である。命の木。命とか木っていうのは結構よく聖書に出てくるキーワードやねんけど、うちが思う命の木っていうのは、なんかもう根っこがめっちゃしっかり地面に張られてて、そっから強い、もう風でもこうグラグラってならない幹があって、そっから枝がバーって出て、葉っぱがあって、お花があって、小鳥がなんか葉っぱのとこ住んでて、実がなってて、そういうなんか豊かな命が出てくる木っていうのを想像するんだよな。で、うちにとってはもう個人的な経験から言うと、ほんまにイエス様以外のものが自分の心の中の優先順位でトップになっちゃって、それに全部期待を置くと、ほんまに心は病む。望みは叶えられないし、期待は長引く。もううちそれ経験してきた。イエス様を一番にしない。で、この言葉が好きなのは、これを読むと、あ、うちの望みってもう叶えられてるんやって思い出すからやね。なんかさ、例えばさ、こう、愛されてるって分かるもの、愛されてるっていうのを感じることを追いかけてるとするやん。人生で。誰かに、あなたは愛されてる。You are mine。あなたは私のもの。私はあなたを選ぶ。私はあなたのために戦う。あなたを守る。命がけであなたを愛する。って言われたい。で、それを追いかけてる、追い求めてるとするやん。でも、それってイエス様以外の場所では見つからへんねん。26年生きてきた経験から言うと。でも、見つかるって思ってイエス様以外のところで探してても見つからへんから、期待が長引いて心は病んでいくねん。うちは毎日他のところを見るんじゃなくてイエス様を見ようって頑張ってんねん。で、失敗するね。それができひん日もいっぱいあるね。で、もう今日はもう心が病んでるって日もいっぱいあるねんで。でも、イエス様はうちのために命がけで、命がけでうちを愛してくれてん。うちのために死んでくれはってん。うちが死ぬべき人間やのに、罪人やのに、ジョアナを愛してるから、ジョアナの代わりに私が死ぬ代わりに山口にいたらちょっと関西弁がなくなっちゃうんだけどな。イエス様はうちの代わりに死んでくれてん。それくらいうちのことが大好き。うちを愛してくれてる。で、私はジョアナを選ぶって。私はジョアナを守る。私はジョアナを助ける。私はジョアナのために身を捧げるってイエスで言うだけじゃなくて、イエス様は実際に十字架で死んでくださってん。うちはそんなにもイエス様に愛されてんのに、なんでイエス様以外のとこに目がいっちゃうんってよく思うねんけど、それでも毎日この御言葉を見て、望みが叶うことは命の木である。うちの望みはイエス様にある。イエス様を知ることはうちにとって命の木である。イエス様を見れば私は完全。私の人生は完璧。私は満たされるっていうのをもう握りしめて生きてんねんっていうか、生きようと頑張ってんねん。で、ほんまになんかうまく伝えれてるかわからへんけど、いろんな経験してきたけど、イエス様を中心に、イエス様をトップに、イエス様を一番にしないと本当に心をやむねうちは病んだから。でもイエス様を知ることは命やな。ほんまに癒し、なんか一からのスタートで、本当の愛、こんなに愛されてるんやってもう考えるだけで泣きかけになっちゃうけど、素晴らしいで、ほんまにほんまにしか言ってないけど、なんか何言いたいんか分からへんけど、伝えれてるかな。もっと聞きたい人はコメントに書いて。でもみんなにもそのイエス様の愛知ってほしい。で、だから今日この御言葉をシェアしたかった。イエス様以外のものには望みを叶える力はないってうちは思ってる。で、期待が長引くの辛いね辛いからさっさと
イエス様のとこ行こう、一緒に。はい、もうなんかぐちゃぐちゃになってきたから。バイバイ、次回をお楽しみに。バイバイ。